はい、こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。このチャンネルでは発酵食などの食に関する知識や、食と健康、そういったことをテーマにいろんなお話をさせていただいております。チャンネル登録がまだの方はぜひ最初に登録しておいていただきますと、他の関連動画も見やすいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日からちょっと砂糖のお話をですね、続けて何回かにわたってしていこうかなと思います。砂糖の話題っていろいろあるんですけれども、難しい問題とかもあったりしますけれども、まずは砂糖っていうものがどういうものなのか、どういう原料でどういう製造方法で作られているのか、私たちが普段スーパーで買っている砂糖って一体どんなものなのかっていうことをですね、まず知ることが大事だと思いますので、そういったことをですね、詳しくお話ししていこうかなと思います。ということでですね、まずはその糖質、砂糖、は糖質のわけなんですけれども、糖質には、いろんな種類があります。その種類をですね、ちょっとこちらに書いてみたんですけれども、糖質は主に、この3つに分けることができます。1つ目が単糖類、2つ目が小糖類、二糖類とも言います。そして多糖類ですね。この3種類に大きく分けることができます。で、それぞれですね、単糖類はどんな糖があるのかと言いますと、ブドウ糖とか、果糖、ガラクトース、こういったものが代表的な、単糖類ですね。単糖類というと単独の糖なので、一つの、種類の糖だけということになります。なので分子が、一番細かいものということですよね。ブドウ糖とか果物に含まれている果糖とか、そういったものが、有名ですね。そして次、この小糖類、オリゴ糖ですね。こちらは、二糖類とも言いますけれども、要は単糖類よりは、糖の種類が多いんだけれども、少なめっていう感じですかね。で、その中でもこの二糖類というものの代表的な糖が、麦芽糖とか小糖、あとは乳糖、こういったものがあります。で、二糖類と言っているので2つの種類の糖が入っているということになりますね。はい。で、3つ目が多糖類ですね。多糖類はたくさんの種類の糖が含まれている糖ですよということになりまして、代表的なものはでんぷんとかデキストリン、グリコーゲン、あとはセルロース、こういったものですね。いわゆる炭水化物っていうもの、でんぷんとかのですね、炭水化物とか、あとは、こういったセルロースみたいな食物繊維、そういったものが多糖類に分類されています。はい、でまずこれ大まかにですね、糖質ってこういう分類があるんですよというところ、一口に糖といってもですね、いろんな種類があって、それぞれですね、人間の体の中に入った時の、与える影響っていうのは少し違ってきますということになります。で、この中でですね、じゃあその普段食べている甘い砂糖っていうのはどこに入るのかっていうところなんですけども、砂糖はですね、この分類の中で言うと、こちらですね、二糖類、これになります。砂糖の成分というのは、ブドウ糖と果糖、この2つを半分半分ぐらい含んでいるものなんですね。この単糖類であるブドウ糖と果糖がだいたい同じぐらいの量で含まれていて、で2つ糖がくっついている状態なので、二糖類になります。で、二糖類の中でもこの初糖というものですね。初糖、この初糖が、砂糖ということになります。なので砂糖っていうのはブドウ糖と果糖、この2つからできているということなんですね。で、砂糖自体の主な成分が初糖です。なんで、ほぼほぼブドウ糖と果糖を 50%、50% で入っているということですね。で、それのプラス、そこにいろんな成分が入ってくるんですけども、大体、大半は初糖だと思っていただいて、OK ですね。
ほぼ糖という感じですね。はい。で、その砂糖なんですけれども、砂糖の中でもいろいろ種類がたくさんありまして、でこれ大きく分けますと、含蜜糖と分蜜糖、この2種類に分けることができます。砂糖は砂糖でも含蜜糖のものと分蜜糖のものがあるということですね。で実際、含蜜糖と分蜜糖ってどういう違いがあるのかというところなんですけれども、まずは含蜜糖の種類ですね。含蜜糖には何があるのかっていうと、まずは黒砂糖ですね、黒糖ですね、黒糖とか、あとは和三盆、そしてメープルシュガー、こういったものが含蜜糖に分類されます。沖縄で取れる黒砂糖、黒糖とか、高級な和菓子とかに使われる和三盆とか、そういったものですね。で、含蜜糖っていうのは何かって言いますと、この原料の植物、サトウキビとか、テンサイとかですね、そういった原料の植物から絞ります。糖を絞って糖の汁を絞り出すわけなんですけれども、その絞った糖から大まかな不純物っていうのを取り除いていって、でそれをそのまま煮詰めていって固形化したもの、これが含蜜糖というものなんですね。なのでほとんど不純物を取り除いている以外は特にそこまで手を加えてないというか、無駄にそぎ落としたりとか、そういったことはしてない。要はその原料の植物の中に含まれている成分が大体残っている状態というのが含蜜糖ですね。でそれに比べて分蜜糖っていうのはどういうものかっていうと、代表的なものでいうとグラニュー糖とか白皿糖、上白糖、三温糖なんていうものがあります。グラニューとか、上白糖とかですね、よく使うと思うんですけれども、この分蜜糖はどういうふうに作られるのかと言いますと、原料は一緒ですよね。原料はサトウキビもしくはテンサイ、そういった植物から、絞ります。糖の汁を絞り出してですね、で絞った汁を、精製していくわけなんですね。で精製してそれを濃縮して、精製を結構何回も繰り返していくわけなんですけれども、でその精製した糖の汁を濃縮して、この初糖の結晶を作っていきます。でそれを結晶化してですね、結晶にしたものをさらにですね、この遠心分離機にかけて遠心分離を行います。で遠心分離をすると、その糖蜜っていうものですね、から結晶が分離されて、それでできた、糖、それが精製糖というふうになるわけなんですね。でその生成の過程とか、どういうふうに生成していくか、どういうふうに分離していくかっていうのはですね、ちょっと後々の動画で説明を詳しくしていこうと思うんですけれども、要は、結構生成されている糖っていうのが分蜜糖、あんまり生成されていない糖っていうのが含蜜糖っていうふうに覚えていただくと分かりやすいのかなと思います。で砂糖の主成分っていうのはもちろん初糖、大体が初糖なわけなんですけども、それ以外にもやっぱりいろんな成分が含まれています。でその原料となる原料のを絞っただけの糖の汁っていうのを原料糖というんですけれども、その原料糖にはミネラル分っていうのが結構含まれています。自然のものなので、その元々の原料に含まれているミネラルっていうのが入っているわけなんですけれども、この生成糖、分蜜糖ですね、生成された分蜜糖っていうのはそのミネラル分を不純物として取り除いてしまうんですね。ミネラル分までも、人間の体にとったらミネラル分ってすごく大事なものなので、できればですね、そういった自然のものから摂取していきたいんですけども、生成糖の場合はそれを不純物として取り除いていってしまっているということになります。なので、すごく精製度が高い、特にですねこのグラニュー糖なんかはめちゃくちゃ精製度が高くて、もう 99.9% が
小糖なんですね、成分的なので、ミネラル分はほぼ入っていない、状態、精製度で言ったらかなり精製度が高くて、純度が高い糖ということになります。なんか純度が高いっていうとすごくいいものみたいな感じがするかもしれないんですけれども、それがですね、人間の体の中に入ったらどうなるのか、いいものなのかっていうと、そういうわけではないということなんですね。要はですね、もともとの原料の植物に含まれているミネラル分を人工的にその部分だけを取り除いてしまっているので、もともと一つの物体だったものから、不純物というふうに人間が不純物っていうふうに認識したものだけを削ぎ落としちゃってるので、ものとしては、ちょっとなんていうんですかね、加工されたものなのでちょっといびつな状態になっているものになっているということなので、加工食品と思っていただいても、認識的には間違いじゃないのかなというふうに思います。で、海外では結構このグラニュー糖が一般的だったりするんですけれども、日本ではこの和食とかによく使われるのはこの上白糖っていうのが多いですね。このシェア的には上白糖が結構多いです。洋菓子とか作るときはグラニュー糖とか使うんですけれども、和食に使うっていう場合は上白糖が使われるという場合が多いですね。で、この上白糖はグラニュー糖に比べるとちょっと純度が低いです。なぜかというと、そこにはですね、上白糖にはこの諸糖以外に、添加糖って言われるもの、ビスコっていうふうに言うんですけど、それがちょっと混ざっているんですね。そのビスコって何かっていうと、この諸糖をですね、諸糖を加水分解して、得たブドウ糖と果糖が等量で入っている液体っていう、ちょっとよくわからないものなんですけれども、そういったものがわざわざ作られて、それをわざわざ混ぜてあるみたいなものですね。なので上白糖ってちょっとしっとり、している感じだと思うんですけども、そういった質感とかを出すためにその添加糖ビスコっていうものを混ぜてあります。なので糖の純度としては少し低めですね。でもかといって上白糖にミネラルが入っているっていうわけではないということなんですね。なのでこのようにですね、グラニュー糖とか白皿糖、上白糖、三温糖もそうです。三温糖も含め、こういった精製度がかなり高い分泌糖っていうのはミネラルがほとんど入っていないという、状態のものなんですね。で、それに比べて含蜜糖、こちらはですね、精製度が非常に低いです。一応というか、精製はしているんですけれども、不純物取り除いてちゃんと綺麗な状態にして人間が食べやすく、美味しく食べられるような状態に、すごくですね、手が込んだ、やり方をしているのは和三盆とかそうなんですけども、しっかりとですね、整えてはいるんですけども、精製の度合いって言ったらすごく低いです。なのでこの含蜜糖にはミネラル分が多く含まれている、残っているわけなんですね。もともとの原料の、サトウキビとかテンサイに含まれているミネラル分っていうのが残っている状態なのがこの含蜜糖なわけなんですね。なので、糖質いろんな種類があって、砂糖っていうのは、こういう種類です。ブドウ糖と果糖の、合わさった諸糖ですよっていうことなんですけども、この諸糖が甘いと、両方とも甘いんですけれども、これ2つ合わさることによって、より甘い砂糖というものが出来上がっていて、でその砂糖は砂糖でもさらに、精製度が高い分泌糖と精製度が低い含蜜糖っていうのがあります。で、これどちらを選ぶといいかっていうのは、一目瞭然だとは思うんですけども、やはりですね、この人工的に生成された度合いが高い、純度が高い糖よりも、精製度が低い黒糖とか和三盆とか、そういった元々の原料のミネラルが残っている状態の糖の方が人間の体にとっては都合のいいことがたくさんあるということが言えます。はい。
ということで今日は糖質の種類、砂糖の種類、分類についてお話をしていきました。次回はですね、含密糖と分密糖のそれぞれ、それぞれの中にも細かくいろいろ種類がありますので、ちょっとですねその砂糖の細かい分類っていうところを詳しく見ていこうかなと思います。はい、ということで、今回は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。